アメリカの小学校の時の同級生からメッセージ来て、今やりとりしてるんです。昨日？メッセージ来てたのは去年の8月で、昨日気づきました。放置してたんですか？ Facebook あまり使ってないんで。私も年に数回しかログインしないけど。3月23日午前中に行われた参議院予算委員会で、安倍首相は IOC が五輪の延期について4週間以内に決断を下すという判断に対し、私が申し上げました。完全な形での実施、という方針に、そういうものであり、仮にそれが困難な場合には、アスリートの皆さんのことを第一に考え、延期の判断も行わざるを得ない、と考えています、と話しました。コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからない中、IOC の延期検討を受け入れるという姿勢を初めて示しました。JOC、東京都、日本政府など日本側は当初、延期や中止は考えていない、予定通り開催するつもりだとしていましたが、状況の悪化から中止はありえないに変化していました。IOC も当初は中止も延期もない、どちらも不可能としていましたが、状況が好転しない中で、延期という選択肢を検討せざるを得ない状況となっています。各国のオリンピック委員会からは派遣中止や延期の要請など、予定通りの開催に否定的な意見が出始めていて、安倍首相の話す完全な形で予定通りの実施は遠のいているのが現状です。新型コロナウイルス流行当初は世界的な広がりは見られず、一部地域の状況だけでオリンピックの延期や中止に言及するのは言語道断という空気がありました。IOC、JOC、日本政府、東京都がそうした空気を醸成し、それに関する言及をしただけで痛烈に批判していました。しかし感染は世界各国に、しかも非常に悪い形で広がり続け、出口どころかピークすら見えない状況です。しばらくはまだ延期や中止に関する発言が不適切とされてきましたが、残された時間も少なく、選考協議会が中止になるなどして現実として受け止めなければならなくなりました。各委員などの発言は影響力が非常に大きいため、組織の意図と異なった情報が伝わるのを抑えたかったということでしょう。結果的には感染が拡大したので話してもよかっただとか、もっと早くから検討すべきだとか言えますが、仮に3月に入って急速に世界中で収束に向かったりしていれば、混乱を与えたとして非難されるでしょう。そうなる事態を避けるために厳しく発言を制限したのですが、少し異様な感じでもありました。中国ネットを覗いてみると、大半が延期すべきだという意見です。中には2022年の北京と同時開催だという意見もあります。流行は止められない、健康と安全を最優先にすべきという意見が見られます。一方韓国ネットでは、以前から放射能オリンピックに参加すべきではないという意見が多くあり、延期よりも中止せよという意見が多いです。それ以上に反日感情と安倍首相嫌悪に基づく誹謗中傷だらけです。真っ当な意見を見つけるのも大変な状況です。最近はネットのコメントは自分のチャンネルに寄せられるものしか見ませんが、韓国ネットのコメントを見て、こんなものがゴロゴロしているのがネットだったなと思い出しました。誰もが想像していましたけど、ついに延期について議論されることとなりましたね。ちょっと遅い気もしますが。遅い気はするかもしれないですが、こんなものだと思います。というのは編集所間で話した通りです。あ、なんだか私が聞いてないみたいな言い方ですか？ただ繰り返しになってるなと思っただけ。被害妄想ですよ。そうですか？まあいいですよ。これは社会や経済への影響力が大きいので軽率なことは言えないということですよね。そう。そこの尺度は人それぞれだから、先走る形になって批判を浴びた人もいるけれども、実際には早い段階から中止や延期は誰しもの頭の中にはあったかと思います。思っていても言わなかったんですね。当然頭の中で考えるのと公式のコメントは全く別ですから、安倍首相にしろ小池都知事にしろ森会長にしろ、日本で感染が広がった時点で頭の中では考えていたと思います。ちょっと待ってください。森会長って誰ですか？森喜朗氏ですよ。あのおじいちゃんの。あの人ですか。会長っていう肩書きになんだろうって思いました。何の会長でしたっけ？オリンピック委員会ではないですよね。実行委員会？正式には東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会。
通称組織委員会の会長だそうです。委員会だらけでわけわからないですからね。あの方は延期なんて言語道断みたいに言っていましたけど、健康不安だからですかね。いや、それもあるかもしれないけど立場上そう言っただけでしょう。きっと。延期したら一番困るのはあの人かと思いました。困る人はたくさんいます。ほら、安倍首相だって1年や2年経てば首相じゃなくなるだろうから。そうしたら森さんを引退させて、安倍さんを会長にすればいいんじゃないですか？なんかめちゃくちゃな暴論だけど面白いこと言いますね。すごいですか？すごいかもしれないけどすごくない。大体森氏はどうなるのよ。お家で観戦ですかね？開会式には呼んであげればいいんじゃないですか？変なシナリオ盛り込まないで。あと、2年後だとアジア大会などの各大陸の大会も重なっちゃうんですよ。ああ、そうなると開催国の人たちがかわいそうですね。それもいいけど中国や韓国の反応でしょ、本来は。あ、そうでしたっけ？進行してくれてありがとうございます。しっかりしてよ。でもあんなどうしようもない意見、取り上げても意味なくないですか？延期と中止と誹謗中傷だけだから。その通りなんだけど、形式的にはやっておいて。韓国のコメントはそんなにひどいんですか？もう報道内容に関係なく放射能オリンピックだとかやめろだとかなので、安倍首相への嫌悪もひどいですから。だから韓国嫌いです。日本の悪口ばっかり言うので、安倍首相へは構いませんけど。安倍首相へはいいんだ。支持者じゃないもんね。まあこうして言っているのはネット上のごく一部の過激な発言をする人たちだけなので。で、もういいですよね。またやる気なしモードに入ったね。ちなみに中国の方は最近の日中関係の改善や、感染拡大が完全に落ち着いてきてゆとりがあるからか、コメントにも余裕がありますね。単にひどいものは消されているだけかもしれないけど。だったら参考にならなくないですか？少なくとも中国政府の考えはわかるから。そういうのは中国外交部の会見だけ見てればいいですよね。何かそういうところだけ詳しくなってるんですね。勉強してますから。嘘でしょ。全然してないじゃん。してるの見たことないよ。そして、締め方決めました。どうするんですか？エンドクレジットを作ります。エンドクレジットって文字が流れたりとかそういうのですか？それとちょこっとしたアニメとか、5秒か10秒程度で。いいんじゃないですか？でもそれ作るのに時間がかかるんですよね。構成だけ考えてよ。作るのは作るから。だいたい私が提案するとセンスないって言うじゃないですか。なんていうか、あれだけテレビとか映画とかいっぱい見てるのに、何かダサいんですよね。いろいろ。じゃあ考えてとか言わないでください。ボツになっても一部は役立つかもだから。嫌です。考えません。ああ、へそ曲げちゃった。ちなみにこのコーナーは残すつもりです。いらないでしょ？何喋るんですか？そっか。じゃあネタがある時だけ続けます。いい加減ですね。だいたいいつもこう。